り解説、脚本の神様。巨匠ビリー・ワイルダー監督、不滅の傑作ベスト10。面白い映画の条件って、一体何だと思う？派手なアクションや豪華な俳優もいいけど、本当に心に残り続ける映画には、ある重要な共通点があるんだぜ。それはズバリ、脚本だ。物語の設計図とも言える脚本がしっかりしてなきゃ、すべてが台無しになっちまうからな。なるほど、脚本が映画の心臓部ってことね。その通り。そして今日紹介するのは、その脚本で映画の歴史を変えた、まさに脚本の神様と呼ぶにふさわしい伝説の監督、ビリー・ワイルダーだ。彼はアカデミー賞を作品賞、監督賞、そして脚本賞として受賞した。まさに映画史に名を刻む天才の一人なんだぜ。脚本の神様、すごいわね。どんな映画を作る人なの？コメディ、サスペンス、社会派ドラマまで、あらゆるジャンルで傑作を生み出してきた。彼の映画の主人公は完璧なヒーローじゃない。どこにでもいる、ちょっとダメだけど愛すべき人間たちなんだ。今回は彼の傑作の中から、特に脚本が光る主力の10本をランキングで紹介するぜ。第10位、地獄の英雄、1951年。いよいよランキングの始まりね。記念すべき第10位はどんな作品なのかしら？第10位は、地獄の英雄。独立後初の作品で、ビリー・ワイルダーは、いきなり人間の醜悪さとメディアの狂気を一切のオブラートに包まず描き切った。普通ならヒットを狙って、もっと観客にこびたテーマを選ぶだろ？だが彼は、この救いのない物語こそ描くべきだと考えた。その度胸と社会を鋭く切り取る視点こそ、彼がただの脚本家で終わらない理由なんだぜ。メディアの狂気？なんだか重そうなテーマね。ああ、物語の主人公は、チャック・テイタムっていう野心家の新聞記者だ。彼は特ダネで返り咲くため、ある男が洞窟で生き埋めになった事故を利用しようと企む。彼は悪徳保安官と共謀して、その男の救出をわざと遅らせて、事件をビッグニュースに作り上げるんだぜ。ひどすぎるわ。人の命がかかってるのに。だろ？彼はその時間を使って扇動的な記事を書きまくり、世間の注目を煽りに煽った。その結果、事故現場には全国から見物客が押し寄せ、いつしか現場はカーニバルのような騒ぎになっちまうんだ。信じられない。人が苦しんでるのに、お祭り騒ぎなんて倫理観がなさすぎるわ。しかも立ちが悪いのは、主人公だけじゃない。被害者の妻までが、夫の不幸を利用して見物客相手に商売を始めるんだ。結局、救助が遅れたせいで被害者は亡くなり、主人公の計画も破綻する。この救いのない結末こそが、人間のエゴが招く悲劇を容赦なく描き出した、ワイルダー監督の強烈なメッセージなのさ。第9位、麗しのサブリナ、1954年。第10位はかなりビターな作品だったけど、次はどんな映画なのかしら？第9位は、麗しのサブリナ。ただのシンデレラストーリーに見えるだろ？だが、ビリー・ワイルダー脚本の真髄は、堅物で仕事の鬼だった兄ライナスの心の変化にある。彼の脚本は、当初ビジネスのためにヒロインに近づいた男が、彼女の純粋さに触れて本当に愛してしまうまでの葛藤を、洒落た会話と絶妙なシチュエーションで完璧に描き出す。キャラクターに命を吹き込む。これぞ神の脚本術だぜ。心の移ろい？ただのハッピーな恋愛物語じゃないってこと？そうなんだ。主人公サブリナは、大富豪のお抱え運転手の娘で、プレイボーイの都合デイビッドに片思いしてる。でもパリ留学から帰ってくると、見違えるほど洗練された女性に変身して、今度はデイビッドの方が彼女に夢中になるんだぜ。わあ、素敵ね。まさにシンデレラだわ。でも、すんなりとはいかないのよね。その通り、ウィリアム・ホールデン演じるデイビッドには会社の利益が絡んだ政略結婚の予定があった。そこで登場するのが、仕事一筋で恋愛に興味がない、堅物の兄ライナス。演じるのはハンフリー・ボガートだ。彼は会社の合併のため、弟からサブリナを引き離そうと、とある計画を立てるんだ。どんな計画なの？なんだか嫌な予感がするわ。彼が考えたのは、
自分がサブリナに意図的に近づいて気を引かせ、最終的にはパリに追い返してしまおうっていう、なんとも冷徹な計画さ。人の心まで計算づくで動かそうとするんだから、最初は本当に嫌な男に見えるんだぜ。ひどすぎるわ。そんなの、絶対うまくいってほしくない。だが、ここからがワイルダー脚本の真骨頂さ。計画のためにデートを重ねるうちに、あの仕事の鬼だったライナスが、彼女の純粋さに心を動かされ、計算抜きで本気で恋に落ちてしまう。会社の利益しか頭になかった男が、いつの間にかビジネスか愛か、究極の選択を迫られることになるんだぜ。まあ、仕事一筋だった人が恋に目覚めるなんて、すごくロマンチックね。だろ？この映画がただのラブコメで終わらないのは、そんなライナスの葛藤を丁寧に描いているからなんだ。だからこそ、ラストの彼の選択が観客の心を温かくする。脚本の力で物語に深みを与えた、ワイルダー監督らしい傑作だな。第8位、7年目の浮気、1955年。次は第8位ね。なんだかタイトルからして、ちょっとドキドキしちゃうわね。第8位は、7年目の浮気。当時のハリウッドには厳しい検閲があって、不倫なんてご法度だった。そこでビリー・ワイルダーが考え出したのが、実際の浮気ではなく男の妄想を物語の中心にするという離れ技だ。この制約を逆手にとって、より面白くしてしまうその発想力、規制すらも脚本のスパイスに変えてしまう。彼の天才性が爆発した一本だな。制約を逆手に取るなんて、凄腕だわ。それで、どんなお話なの？そうなんだ。そしてこの映画には、なんといっても映画史で最も有名なあのシーンがある。マリリン・モンローが地下鉄の通風口に立って、風で真っ白なドレスのスカートがふわっと舞い上がる。あの伝説のワンシーンだな。あ、知ってる。写真や映像で何度も見たことがあるわ。あれってこの映画だったのね。その通りだぜ。だが、この映画の脚本が本当にユニークなのは、物語のほとんどが主人公の頭の中、つまり妄想で進んでいくってことなんだ。主人公は結婚7年目の平凡なサラリーマン、リチャード。夏の間、妻子が旅行でいなくなって、束の間の独身生活を満喫するんだが、そこに、あのマリリン・モンローみたいな美女が登場するわけね。ご名答。アパートの上の階に、モンロー演じるセクシーで無邪気な美女が引っ越してくるんだ。そこからリチャードの暴走する妄想劇が始まるのさ。彼女を口説き落とすプレイボーイな自分を想像したり、浮気がバレて妻に追い詰められる姿を想像したり、小心者だから行動には移せないんだが、その妄想と現実のギャップがとにかく面白いんだぜ。うっふ、なんだか可愛らしい主人公ね。実際に浮気しちゃうわけじゃないのね。そこがポイントだ。当時のハリウッドには、ヘイズコードっていう厳しい倫理規定があってな。不倫を肯定するような映画は作れなかったんだ。だからワイルダー監督は、それを逆手にとって、浮気を実行するんじゃなく、ひたすら妄想するだけの男のコメディっていう、見事な脚本を書き上げたんだぜ。なるほど。制約があったからこそ生まれたアイデアなのね。すごいわ。そういうことだな。制限を想像力に変えてしまうのが、まさに脚本の神様たるゆえんさ。男のくだらない妄想を、ここまで面白おかしく、そして愛すべき物語に昇華させた手腕は、まさに天才的と言えるだろうな。第7位、失われた週末、1945年。コメディが続いていたけど、第7位はどんな作品なのかしら？第7位は、失われた週末。ビリー・ワイルダーは、当時誰もが避けていたアルコール依存症というテーマに、脚本家として初めて正面から切り込んだ。主人公が見る幻覚や、酒のために嘘をつく姿を徹底的にリアルに描くことで、社会に大きな衝撃を与えたんだ。エンタメ性を損なわずに社会問題を告発する。このバランス感覚こそ、ワイルダー脚本の真骨頂と言えるだろうな。ハリウッドのタブー、一体どんなテーマなの？それは、アルコール依存症だ。今でこそ映画やドラマで描かれることもあるが、当時は誰もが目を背けていた深刻な社会問題だったんだ。それをワイルダーは、一切の妥協なく、
恐ろしいほどリアルに描き切ったんだよ。うわぁ。なんだか見るのが怖くなりそうね。そのリアルさが、この映画の脚本の凄さなんだ。主人公のドンは作家志望なんだが、酒を手に入れるためなら平気で嘘をつき、人間としての尊厳をどんどん失っていく。恋人との大事な約束をすっぽかし、ついには自分の命の次に大事なはずのタイプライターまで質に入れて酒代にしようとするんだ。そんなにまでしてお酒が飲みたいなんて、本当に病気なのね。ああ、そして、この映画が観客に衝撃を与えたのが、アルコールが抜けたことによる恐ろしい禁断症状と幻覚の描写だ。この主人公の精神的な恐怖や苦悶を表現するために、ワイルダーは、不気味な SF 映画などで使われることで有名なテルミンっていう電子楽器を劇版に初めて使用した。この音楽が、観客の不安をさらにかき立てるんだぜ。音楽まで計算されてるのね。すごい徹底ぶりだわ。まさに執念だな。このタブーへの挑戦と革新的な表現は圧倒的な評価を受けて、アカデミー賞では作品賞、監督賞、主演男優賞、そして脚色賞っていう、主要4部門を独占したんだ。社会派ドラマでありながら、最高のエンターテイメントとして成立させたワイルダーの脚本と監督の手腕は、まさに神業と言えるだろうな。第6位、第17捕虜収容所、1953年。社会派ドラマの次は第6位ね。今度はどんなジャンルの映画なのかしら？第6位は、第17捕虜収容所。戦争映画、密室ミステリー、そしてコメディ。普通なら混ざらない要素を、ビリー・ワイルダーは一つの脚本の中に完璧なバランスで詰め込んでみせた。捕虜たちのコミカルな日常で笑わせたかと思えば、スパイ探しの緊張感で手に汗を握らせる。このジャンルの壁を軽々と超える構成力こそが、彼が脚本の神様と呼ばれるゆえんなんだ。戦争映画なのに、ミステリー？どういうこと？物語の舞台は、第二次大戦末期のドイツにある捕虜収容所だ。そこではアメリカ兵たちが何度も脱走を試みるんだが、なぜか計画が事前にバレて、ことごとく失敗に終わる。そこで捕虜たちは気づくんだ。この仲間の中に、ドイツ軍に情報を流している裏切り者がいるってな。うわぁ、仲間だと思ってた人がスパイかもしれないなんて、最悪の状況ね。だろ？そして、真っ先に疑いの目を向けられるのが、主人公のセフトンだ。彼は愛国心や仲間意識よりも自分の利益を優先する皮肉屋で、署内で賭け事や酒の密売といった事業を手掛けても受けている。ドイツ兵とも通じているように見えるから、仲間からスパイだと決めつけられてリンチまで受けちまうんだ。ひどいわ。でも、彼が本当にスパイなの？そこがこの脚本の面白いところさ。ワイルダー監督は、そんなアンチヒーロー的な主人公を中心に据えて、真犯人は誰なのかっていう謎で観客をぐいぐい引き込んでいく。それでいて、20日ネズミで競馬をしたり、手製の望遠鏡でソ連の女性捕虜を覗いたりする捕虜たちのコミカルな日常もしっかり描いて、物語に緩急をつけているんだ。緊張感の中に、笑いもあるのね。さすがだわ。ああ、シリアスな状況とユーモアを見事に融合させ、巧みな伏線を張り巡らせて観客を翻弄する。この脚本術はまさに圧巻だぜ。そして、この一筋縄ではいかない主人公セフトンを演じたウィリアム・ホールデンの皮肉に満ちた名演は絶賛されて、見事アカデミー主演男優賞を受賞したんだ。なるほど。ただの戦争映画じゃない。人間ドラマと極上のミステリーが詰まった傑作なのね。その通りだぜ。戦争という過酷な状況下で繰り広げられる、人間の疑心暗鬼と生き様を描き切った、脚本の妙が光る一本だな。第5位、深夜の告白、1944年。いよいよトップ5ね。第5位はどんな傑作なのかしら？第5位は、深夜の告白。ビリー・ワイルダーは、この映画で死んだ男が事件の真相を語るという、当時では考えられない斬新な語り口を発明した。ハードボイルドの神様レイモンド・チャンドラーとの共同作業で生まれた、カミソリのようにシャープなセリフの応酬も伝説的だ。物語の構造とセリフの両方で、彼は映画の歴史を塗り替えたんだぜ。歴史を変えた？すごいわね。
一体どんなジャンルなの？フィルムノワールだ。犯罪映画の中でも、特に退廃的で、人間の暗い欲望や虚無感を描くジャンルのことだな。そしてこの映画には、フィルムノワールを象徴する、恐ろしくも魅力的な悪女が登場するんだぜ。悪女？いわゆる、ファムファタールってやつね。その通り、主人公はフレッド・マクマレイ演じる敏腕の保険セールスマンなんだが、ある日出会った妖艶な人妻フィリス、演じるのはバーバラ・スタンウィックだ。彼女の魅力に抗えず、不倫関係に陥ってしまう。そして彼女にそそのかされるまま、夫に高額な保険金をかけて殺害するという、完全犯罪に手を染めてしまうんだ。うわぁ。まさに破滅への道って感じだわ。この脚本が画期的なのは、その語り口にあるんだ。物語は、銃で撃たれ瀕死の主人公が、テープレコーダーに向かって、全てはこうして始まった。と罪を告白するところから始まる。つまり、結末が分かった状態で、なぜ彼が破滅したのかを辿っていく回想形式なんだぜ。最初から結末を見せるなんて、大胆な構成ね。だろ？この手法が、どうしようもない運命に引きずられていく男の悲劇性を際立たせているんだ。さらに脚本は、監督のワイルダーと、ハードボイルド小説の神様、レイモンド・チャンドラーが共同で執筆した。普段は寡黙なチャンドラーが、ワイルダーとの共同作業では熱く議論を交わしたという逸話も残っているぜ。二人の才能がぶつかり合ったことで、人間の心の闇を鋭くえぐる、文学的な深みのある傑作が生まれたんだぜ。脚本家も最強のタッグだったのね。ああ、フィルムノワール特有のブラインドの隙間から差し込む光と影のコントラストを巧みに使った映像も相まって、見る者を不安と緊張の世界に引きずり込む。まさにワイルダー監督の才能が爆発した、フィルムノワールの最高傑作だな。第4位、調布、1957年。フィルムノワールの次は第4位ね。いよいよ上位だけど、どんな映画が来るのかしら？第4位は、調布。原作はミステリーの女王アガサ・クリスティだが、ビリー・ワイルダーの脚本は、その傑作をさらに超えるスリルを生み出した。彼は、法廷という動きの少ない空間を、言葉の応酬だけで最高のエンターテイメントに仕立て上げたんだ。観客を意のままに操り、最後のどんでん返しへと導く、物語の舵を完全に握る、まさに神業だぜ。アガサ・クリスティが原作なのね。それなら面白くないわけがないわ。ああ、物語は、ある殺人事件の容疑者として逮捕された男の弁護を、チャールズ・ロートン演じる老快な弁護士ウィルフリッド卿が引き受けるところから始まる。容疑者には、妻のクリスチーネ、演じるのはマレーネ・ディートリッキだという唯一のアリバイ証人がいたんだが、ここからが奇妙なんだ。何が奇妙なの？その妻が、夫を愛している素振りを全く見せず、あろうことか法廷で検察側の証人として、夫に決定的に不利な証言をすると言い出すんだ。妻が夫を有罪にしようとするなんて、前代未聞だろ？どうしてそんなことを、信じられないわ。だろ？彼女の真意はどこにあるのか？夫を本当に憎んでいるのか？それとも何か別の目的があるのか？マレーネ・ディートリッキ演じるこの謎多き妻の存在が、物語を全く予測不能な方向へと導いていくんだぜ。聞いているだけでハラハラするわね。物語の大部分は、この法廷でのスリリングな心理戦で構成されている。証言一つで形勢が二転三転し、観客は完全に翻弄される。そして、すべてが終わったと思ったその先に、映画史に残る、あまりにも鮮やかで衝撃的などんでん返しが待っているんだ。伝説のどんでん返し、そんなにすごいの？ああ、公開当時には、結末のネタバレを絶対にしないようにと、劇場で観客にお願いするキャンペーンが行われたほどだ。アガサ・クリスティの巧みなプロットを、ビリー・ワイルダーが見事な脚本術で昇華させた、まさにミステリー映画の最高傑作の一つと言えるだろうな。第3位、サンセット大通り、1950年。いよいよベスト3の発表ね。第3位は、一体どんな傑作なのかしら？第3位は、サンセット大通り。ビリー・ワイルダーは、自分が身を置くハリウッドという世界の闇を、
一切の忖度なく脚本にした。忘れ去られた大女優の悲劇を通して、業界の非情さを痛烈に批判したんだ。そして、私は今でも大スターよ。小さくなったのは映画の方、なんてセリフは、彼のペンからでしか生まれない。この切れ味と度胸、彼こそが脚本の神様だぜ。ハリウッドの光と闇。なんだか意味深ね。この映画の脚本がまず観客の度肝を抜くのは、その始まり方なんだ。物語は、とある豪邸のプールにぷかぷかと浮かぶ、一人の男の死体から始まる。そして、なんとその死んだはずの主人公自身のナレーションで、なぜ俺が殺されたのかが語られていくんだぜ。死んだ人が語り部だなんて、前代未聞だわ。だろ？殺されたのは、ウィリアム・ホールデン演じるジョーっていう売れない脚本家だ。彼は借金取りから逃げ込んだ屋敷で、この家の主人、往年の大女優グロリア・スワンソンが演じたノーマ・デズモンドに出会う。彼女は、かつて絶大な人気を誇ったサイレント映画の大女優だったが、今は世間から忘れられ、過去の栄光の夢だけを食べて生きているんだ。なんだか、悲しい人ね。ああ、ジョーは彼女に雇われ、カムバックのための脚本をリライトすることになるんだが、次第に彼女の紐のような存在になり、歪んだ関係にとらわれていく。現実が見えないノーマと、魂を売ってしまったジョー。二人の狂気が、やがて悲劇的な結末へと突き進んでいくんだ。壮絶な物語ね。特に印象的なシーンはあるの？すべてが伝説級だが、特に有名なのがノーマのセリフだな。自分の時代は終わったと指摘された彼女は、こう言い放つんだ。私は今でも大スターよ。小さくなったのは映画の方、ってな。この一言に、彼女の強烈なプライドと悲哀が凝縮されているんだぜ。うわぁ。鳥肌が立ったわ。すごいセリフね。そして、映画史で最も有名なラストシーンが待っている。殺人犯となったノーマは、屋敷に押し寄せた報道陣のカメラを映画の撮影だと信じ込み、狂気の中で大女優として階段を降りてくる。この圧巻のラストは、一度見たら絶対に忘れられないぜ。ハリウッドの非情さを、これほど痛烈に、そして美しく描いた脚本は他にないだろうな。第2位、お熱いのがお好き、1959年。ついに第2位ね。ここまででも傑作揃いだったけど、これを超える作品があるなんて信じられないわ。第2位は、1959年のお熱いのがお好きだ。これはな、アメリカ映画協会が選んだアメリカ喜劇映画ベスト100で、チャップリンの映画すら抑えて堂々の第1位に輝いた。まさに史上最高のコメディ映画なんだぜ。史上最高。すごすぎるわ。一体どこがそんなにすごいの？すべてが完璧なんだが、特筆すべきはやはり脚本だ。ビリー・ワイルダーは、この一本の映画の中に、ギャング映画、女装ドタバタコメディそしてロマンスっていう、全く異なる3つのジャンルを完璧なバランスで融合させてみせたんだ。そんなこと、本当にできるの？普通なら物語が破綻する。だがワイルダーはそれをやってのけた。主人公の男2人が、ギャングの殺人現場を目撃して追われるっていうハラハラドキドキの展開で観客を引きつけ、女装して女性楽団に紛れ込むっていう奇想天外な設定で腹を抱えて笑わせる。そしてシュガーという愛称を持つ、マリリン・モンロー演じるヒロインとの甘い恋模様で、見る者の心をキュンとさせるんだ。ジェットコースターみたいに感情が揺さぶられるのね。その通りだぜ。これだけ多くの要素を詰め込みながら、物語が一切渋滞せず、すべての伏線が美しく回収されていく。この構成力こそ、彼が脚本の神様と呼ばれる最大の理由だ。まるで精密な機械を組み立てるように、彼は笑いとスリルを設計しているんだよ。まさに神業ね。特に有名なシーンはあるのかしら？なんといってもラストシーンだな。女装したジェリーに求婚してきた大富豪が、彼から、実は男なんだ、と告白される。普通ならここでオチがつくが、大富豪は少しも動じず、こう言うんだ。完璧な人間はいない、ノボディズパーフェクト。ってな。それだけ？ああ、それだけだ。だが、この一言が、それまでのドタバタ騒ぎや、性別を超えた愛情の全てを肯定する。
石のようなラストなんだ。映画史でこれほど完璧な締めくくりのセリフはないとまで言われている。たった一言のセリフで映画全体を永遠の傑作に昇華させてしまう。これぞまさに、脚本の神様ビリー・ワイルダーの真骨頂だぜ。第1位、アパートの鍵貸します。1960年。とうとう第1位の発表ね。史上最高のコメディとまで言われたお熱いのがお好きを超える作品なんて、想像もつかないわ。ああ、だが俺たちのランキング第1位は、1960年のアパートの鍵貸しますだ。この作品こそ、ビリー・ワイルダーがなぜ脚本の神様と呼ばれるのか、その全ての答えが詰まっている。アカデミー賞でも作品賞、監督賞、脚本賞を独占した。彼のキャリアの頂点なんだぜ。すべての答え、一体、どんなところが神がかっているの？ビリー・ワイルダーの脚本術の真髄は、ユーモアとペイソス。つまり笑いと哀愁を、完璧な純度で融合させるところにある。この映画は、出世のために上司にアパートの鍵を貸して不倫の後押しをするっていう、最高に情けないサラリーマンの物語なんだ。うわぁ。笑えるけど、なんだかものすごく悲しい話ね。だろ？観客は主人公の惨めさに笑いながらも、その孤独と悲哀に胸を締め付けられる。この笑いと涙の絶妙なブレンドこそ、他の誰にも真似できないワイルダーだけの神の領域なんだ。彼は、ただ面白いだけのコメディも、ただ悲しいだけのドラマも書かない。人生そのものがそうであるように、その両方を同時に描くんだぜ。人生そのもの。深いわね。そして、彼の脚本は小道具の使い方が神がかっている。ジャック・レモン演じる主人公バドが思いを寄せる。シャーリー・マクレーン演じるヒロイン。フランが持っている割れたコンパクト。これは、彼女が上司との不倫関係で心が壊れていることの象徴だ。こんな風に、セリフで説明するんじゃなく、小道具一つで登場人物の心を表現する。これもまた、ワイルダー脚本の天才的な点だな。なるほど。すべてに意味が込められているのね。そうだ。そして物語の最後、すべてを失った主人公バドが、それでも愛する人のために人間としての尊厳を取り戻す。大晦日の夜、彼の元へやってきたフランに、彼は愛を告白するんだ。するとフランは、涙をこらえながらトランプを差し出し、こう言うんだぜ。黙って配って、シャットアップ&ディール。ってな。この名言は、映画史に残るクールで感動的なセリフとして今も語り継がれているぜ。まあ、多くを語らないけど、すごく温かい言葉ね。これ以上ない完璧なラストだ。派手なハッピーエンドじゃない。でも、傷ついた二人が静かに寄り添い、新しい人生のゲームを始めようとする希望に満ちている。愛の言葉を重ねるのではなく、これからも一緒にカードゲーム、人生を続けましょうという粋な一言で答える。人間の愚かさと、それでも失われない愛と尊厳を描き切ったこの脚本こそ、ビリー・ワイルダー監督の最高傑作だぜ。総評、まとめ。こうして10作品を振り返ってみると、ビリー・ワイルダー監督がいかに多彩な才能を持っていたかがよくわかるわね。コメディもサスペンスも社会派ドラマも、全部が一級品なんだもの。ああ、だが、ジャンルは違えど、彼のすべての映画の根底には共通したものがある。それは、どこか欠点だらけで、ダメで、でもどこか愛さずにはいられない人間たちへの、温かい眼差しだ。彼は決して人間を完璧な存在としては描かなかった。そして、その人間ドラマを最高に引き立てるのが、ウィットに富んだセリフ回しと、計算し尽くされたプロットだったんだ。確かに、みんな不器用で、間違いを犯して、それでも必死に生きていたわ。その通りだぜ。彼の脚本が今もなお、私たちの心を揺さぶるのは、そこに人生の真実が描かれているからなんだ。今回紹介した作品は、どれも脚本の面白さを心ゆくまで味わえる傑作ばかりだ。気になった一本があったら、ぜひこの機会に見てみてくれよな。本当にそうね。この動画が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからも、皆さんの心に残る昭和の名作をたくさん紹介していきますので、応援よろしくお願いします。